女にセキュリティは無理とバカにされたらランサムウェアで会社壊滅。女にセキュリティなんて無理だろ。私のバックアップで10億円セーブ。これは私が前職で体験した話です。私は当時27歳で、とある中堅 IT 企業のセキュリティインシデント対応チームのリーダーをしていました。チーム名はシーサートと呼ばれるチームです。簡単に言うと、サイバー攻撃やセキュリティ事故が起きた時に対応する専門チームです。私は新卒でこの会社に入って5年で、最初の2年は一般的なインフラエンジニアとして働いていました。そして3年目にセキュリティ部門に移動し、シーサート立ち上げのプロジェクトを任されたんです。3年目でリーダーってすごいな。当時の前任 CISO が私の技術力と熱意を評価してくれて、私の提案した隔離バックアップシステムも採用してくれました。チーム立ち上げから3年かけて本格的なセキュリティ体制を構築しました。 EDR、CM、脅威インテリジェンス、全て導入しました。メンバーも5人まで増やして24時間体制の監視を実現しました。有能すぎる。具体的にどんなことをやったかというと、まず全端末に EDR というセキュリティソフトを導入。これは普通のウイルス対策ソフトと違って異常な動きをリアルタイムで検知して止めてくれるんです。次に CM というログ監視システムを構築。これで全サーバーとネットワーク機器のログを一元管理して、不審なアクセスをすぐに発見できるようにしました。そして最も重要なのが完全隔離型のバックアップシステムです。完全隔離型バックアップって何？通常のバックアップだとネットワークにつながっているので、ランサムウェアに感染したらバックアップも暗号化されちゃうんです。だから私はネットワークから物理的に切り離されたバックアップサーバーを構築しました。バックアップは1日4回自動でストックが終わったら即座にネットワークから切断するという仕組みです。めっちゃ考えられてるな。あとはインシデント対応手順書を整備してチームメンバーに訓練を実施しました。おかげでこの3年間で大きなセキュリティ事故はゼロ。小さな不審なアクセスは何度かありましたが、全て初期段階で検知して対処できました。前任の CISO からも高く評価されて、チームも5人に拡大。私もやりがいを感じて、このまま専門性を磨いていこうと思っていました。しかし、ある日突然状況が変わりました。前任の CISO が定年退職することになり、新しい CISO が就任しました。新しい CISO は外資系コンサル出身の50代男性。初めての顔合わせの時からなんか嫌な予感がしたんですよね。君がシーサートのリーダー、ずいぶん若いね。はい、3年間チームを率いてきました。ふーん。で、何々か大きな成果はあるの？この3年間、大きなセキュリティ事故はゼロです。不審なアクセスも早期に検知して全て対処しています。つまり、何々も起きてないってことね。いいえ、それは私たちが事前に防いだから。セキュリティってさ、結果が見えないから評価しづらいんだよね。いやいや、事故が起きてないのが成果だろ。この時点で嫌な予感しかしなかったんですが、1週間後、正社員を集めた会議で新しい ISO が発表しました。皆さん、これから IT 部門のコスト削減を進めます。特に費用対効果が見えにくいセキュリティ部門については大幅な見直しを行います。まさか。シーサーとは今月末で解散とします。解散って？チームメンバーは他部署に移動してもらいます。リーダーだった彼女は、そうだな、一般のサポート業務に回ってもらおうか。合格じゃん。
ちょっと待ってください。スキサーとは会社のセキュリティを守る重要なチームです。解散したらサイバー攻撃を受けた時に対応できません。この3年間、大きな事故は起きてないんでしょう。つまり、専門チームがなくても問題ないってことだよ。それは私たちが対策してたからです。でも結果として何々も起きてないよね。EDR とか CM とか、高いライセンス料払ってるけど、本当に必要なの？必要です。ランサムウェアとか今すごく増えてるんです。対策なしで攻撃を受けたら会社が壊滅的な被害を受けますよ。はいはい、脅しはいいから、君たちセキュリティ担当っていつも大げさに言って予算取ろうとするんだよね。こいつ最悪だな。大げさじゃありません。実際に他社では被害が出てるんです。他社は他社。うちは今まで大丈夫だったでしょ。だからそれは私たちが対策してたからで。あとさ、正直言うと若い女の子がセキュリティのリーダーってちょっとどうなのかなって思ってたんだよね。セキュリティってハッカーとかと戦う世界でしょ。女性にはちょっと向いてないんじゃないかな。サポート業務なら女性の丁寧さが勝つ生きると思うよ。ふざけないでください。性別でスキルを判断するなんて最低です。ああ、そういう反発的な態度もどうかと思うけどね。まあいいや、決定事項だから。以上。クソすぎる。令和の時代にこんな上司いるのかよ。その日、家に帰ってからずっと考えました。このまま会社に残ってサポート業務に回されるのか。3年かけて構築したシステムもチームも全て無駄になるのか。いや、もうこんな会社辞めよう。私のスキルなら他の会社でも十分やっていける。そして決意しました。退職しよう。でもその前に最低限の引き継ぎだけしておこう。最低限の引き継ぎって？ユーザーマニュアルとか基本的な操作方法だけ渡します。でもシステムの詳細設計書やトラブルシューティングのノウハウは渡しません。あと隔離バックアップサーバーの詳細な設定情報も教えません。おう、これは期待できるな。私は退職願を提出しました。あ、そう。まあ、仕方ないね。引き継ぎはちゃんとやってね。もちろんです。マニュアルは全部用意してあります。こうして私は1ヶ月後に退職しました。退職後、すぐに転職活動を始めて、1ヶ月後には大手セキュリティ会社に転職が決まりました。年収も50万円アップ。リモートワークも OK。女性エンジニアも多くて、働きやすい環境でした。よかったな。一方、前の会社では新しい ISO がセキュリティ予算の大幅削減を実行していました。よし、EDR のライセンスは全部解約。これで年間500万円削減できるな。でも、EDR がないとランサムウェアを検知できませんよ。普通のウイルス対策ソフトで十分だよ。CM の監視も停止。こんなの見てる時間がもったいない。でも CM で不審なアクセスを早期発見してたんです。何々か問題が起きたら、その時対応すればいいんだよ。あと、バックアップの頻度も減らす。1日4回とか無駄。週1回で十分。週1回だと、障害が起きたら1週間分のデータが失われますよ。まあ、そんな大きな障害なんて起きないって。グラグ立ちまくってるな。こうして新 CISO は私が3年かけて構築したセキュリティ体制をどんどん破壊していきました。その結果、セキュリティ予算は約 70% 削減。新しい ISO は経営陣から高く評価されたそうです。ほら、俺の言った通りだろ。セキュリティなんて過剰投資だったんだよ。私が退職してから2ヶ月後のこと、元同僚から連絡がありました。ちょっと聞いてくれる？どうしたの？大手の取引先からセキュリティ対策が不十分だって警告が来たの。やっぱりね。EDR も CM も停止してるって知られて、このままじゃ取引停止するって言われてるの。お
大手企業は情報セキュリティ基準が厳しいからね。取引先のデータを扱うなら最低限のセキュリティ対策は必須だよ。でも新 CISO は聞く耳地持たないの。経費削減の実績があるから、経営陣も新しい ISO の味方なのよ。そっか。でも私はもう関係ないから。ごめんね。愚痴を聞いてもらっちゃって。こうして前の会社は大手取引先との関係が悪化していきました。私が退職してから3ヶ月が経った頃、前の会社では不審な動きが始まっていました。なんか不審なログイン志向が増えてる気がするんですが。気のせいだよ。CM がないから気づかなかっただけ。でも海外からの不正アクセスっぽいんです。ファイアウォールで弾弾いてるんだから問題ないって。あかんやろこれ。そして運命の日、日曜日の午前5時、ほとんど誰もいない時間帯、攻撃者は会社のネットワークに侵入しました。 EDR がないので異常な動作は検知されません。 CM が停止しているので不審なアクセスも記録されません。攻撃者は時間をかけて全てのサーバーにランサムウェアを展開しました。そして午前8時、一斉に暗号化が開始されました。サーバーが全てのファイルが暗号化されてます。データベースも開けません。緊急連絡を受けて新しい ISO が出社しました。何々が起きてるんだ。ランサムウェアに感染しました。全サーバー全データが暗号化されています。どういうことだ。詳しく説明しろ。ファイルサーバー、データベースサーバー、アプリケーションサーバー、全てのサーバーのファイルが暗号化され拡張庫が変更されています。顧客データベースにもアクセスできません。営業システムも完全に停止しています。なぜ棒を防げなかったんだ。 EDR と CM が停止していたので検知できませんでした。それは私が経費削減で停止させたのか。元リーダーが何度も警告していました。これらのシステムは絶対に止めてはいけないと。犯人からメッセージが届いています。画面には英語でメッセージが表示されていました。内容は10億円のビットコインを72時間以内に支払えというものでした。10億円だとバックアップからデータを復旧できないのか。通常のバックアップサーバーも暗号化されています。そんな。これは完全に終わったな。会社は完全にパニック状態になりました。業務が完全に停止し、1日あたり5000万円以上の損失が発生する状況です。すぐに外部のセキュリティ会社に連絡しろ。大手セキュリティ会社の担当者が聞きました。状況を確認しました。かなり深刻です。すべてのサーバーが最新のランサムウェアに感染しています。復旧できますか。暗号化キーなしでの複合は不可能です。バックアップサーバーも感染しているので復旧は困難です。身代金を支払うか、ゼロからシステムを再構築するしかありません。ゼロから再構築したらどのくらいかかるんですか。最低でも3ヶ月、費用は5億円以上かかると思います。ただし過去のデータは完全に失われます。そんな。完全に詰め積んだな。一つだけ気になることが。何なんだ。前任のリーダーが構築した隔離バックアップサーバーがあるはずなんです。なんだって。サーバールームの奥にネットワークから物理的に切り離されたサーバーがあります。自動でバックアップを取得してすぐに切断する仕組みです。それは素晴らしい。確認しましょう。全員でサーバールームに向かいました。そしてサーバールームの奥に設置された隔離バックアップサーバーを確認。これは無事です。暗号化されていません。やった。これで復旧できる。ただ問題があります。何なんだ。このシステムかなり特殊な構成になっています。構築した方方の設計思想を理解していないと復旧作業ができません。詳細な設計書は
引き継がれていません。基本的な操作マニュアルしかありません。では構築した方々に連絡を取って復旧作業を依頼するしかないですね。その前任のリーダーって誰々だ。あなたがクビにした元シーサートリーダーです。あの女か。彼女に連絡を取りますか？仕方ない。連絡先を教えろ。その頃、私は新しい会社で仕事をしていました。前の会社の C や SO からもしかしてと思いながら電話に入れました。はい、お久しぶりです。ああ、実は緊急事態でランサムウェアに感染してしまって全データが暗号化されてしまったんだ。あら、そうなんですか。それで君が構築した隔離バックアップサーバーが無事だったんだが、詳細な設計書がなくて復旧方法がわからないんだ。悪悪いんだが復旧作業を手伝ってもらえないか。普段断りします。私はもう退職者ですから、前の会社の業務を手伝う義務はありません。ちょっと待ってくれ。会社が大変なことになってるんだ。あなたが言ってましたよね。セキュリティは過剰投資だって。女性にはセキュリティは書いてないとも言ってましたね。それは申し訳なかった。今さら謝られても困ります。それに私は今新しい会社でせわしい忙しいので、では失礼します。待って。電話を切った後、前の会社では大混乱になっていたようです。切られた。どうするんですか？このままじゃ復旧できません。身代金の期限まであと60時間です。このままでは10億円払うかデータを失うしかありません。どうすれば。その時、社長が緊急会議を招集しました。状況を説明してくれ。ランサムウェアに感染し全データが暗号化されました。犯人は10億円を要求しています。10億円だと。バックアップは？通常のバックアップも暗号化されました。ただ前任者が構築した隔離バックアップは無事なのですが、なら復旧できるじゃないか。それが詳細な設計書がなく復旧方法がわからないんです。前任者に連絡したのですが断られました。前任者とは誰々のことだ。元シーサートリーダーです。新しい ISO がチームを解散させて彼女を降格させたので退職しました。なんだと？あのシーサーとは3年かけて構築した重要なチームじゃなかったのか。それは経費削減のため必要だと判断して。経費削減だとセキュリティ対策は会社の生命線だと何度も言っただろう。しかし年間3000万円もの経費が。今回の被害額はいくらになると思っている？営業が完全に止まっているので1日あたり5000万円以上の損失です。さらに顧客の信用失墜による損害は計計り知れません。目先の3000万円をそぎ削って何億円もの損失を出したんだぞ。申し訳ありません。バカ者、今すぐもう一度彼女に連絡を取れ。いくら払ってでも復旧してもらうんだ。数時間後、再び電話が鳴りました。今度は社長からみたいですね。はい、もしもし。突然申し訳ない。社長です。今回の件 CISO から全て聞きました。チーム解散の件、本当に申し訳なかった。あなたの構築したシステムがどれほど重要だったか今になってよくわかりました。そうですか。お願いです。会社を助けてください。報酬はいくらでも出だします。わかりました。ただし、私は今は退職者です。復旧作業は外部コンサルタントとして対応させていただきます。もちろんです。条件を言ってください。緊急コンサルタント料として1週間で1000万円全額先払いでお願いします。わかりました。すぐに振り込みます。身代金10億円に比べればはるかに安いです。では振り込み確認でき次第結果が伺います。完璧すぎる。振り込みを確認した私は前の会社に使いました。それではシステムを確認させていただきます。私は隔離バックアップサーバーを確認し復旧手順を組み立てました。まず暗号化されたサーバーを全てネットワークから切り離します。クリーンな環境を構築してバックアップ
業2日目ですが、進捗はいかがですか？現在クリーンな環境の構築が完了し、バックアップの検証に入っています。バックアップの整合性を確認してから復元を開始します。もっと早くできないのか。慎重に作業しないとデータが破損する可能性があります。急いで失敗したら1000万円を返金しますか？いいえ、そのままお願いします。一気強くで草。3日目、主要なシステムの復元が完了しました。顧客データベースは復旧できましたか？はい、すべてのデータが無事に復元されています。残りの2日間で細かいシステムの復元とセキュリティ強化を行います。本当に助かります。そして5日目、復旧完了しました。すべてのデータが無事に復元されています。ありがとう。本当にありがとう。さすがです。本当に助かりました。ただし今後同じことが起きないようセキュリティ対策を見直すことを強く推奨します。 EDR、CM、バックアップ体制、すべて元に戻すべきです。もちろんだ。すべて元通りにする。それと、あなたに戻ってきてほしい。CISO 職として年収500万円アップで迎えたい。お断断りします。今の会社は技術者を大切にしてくれます。リモートワークもできますし、女性エンジニアも多くて働きやすいんです。それにこの会社ではもう私を信頼してくれる人がいません。それではこれで失礼します。その後前の会社では大きな変化がありました。新しい ISO は責任を取らされて降格、 IT 部門からは完全に外され、給与も 50% カット、そして3ヶ月後には退職したそうです。自業自得すぎる。様、ちなみに復旧後1ヶ月ほどして社長から連絡がありました。前職より高い待遇で、ぜひ戻ってきてほしい。CISO のポジションを用意します。お気持ちはありがたいですが、今の会社に満足しています。それに一度私を不要だと判断した会社に戻る気はありません。そうですか。残念です。一致かっこいい。元チームメンバーとはたまに連絡を取り合っています。おかげでセキュリティ予算が3倍になりました。チームメンバーも10人に増えて本当にやりがいがあります。それはよかったです。頑張ってください。一方、会社はセキュリティ体制を完全に再構築。元のチームメンバーが新しい CISO になり、シーサーとも再設立されました。そして私は新しい会社で充実した日々を送っています。年収は前職より300万円以上アップ。リモートワークで通勤時間もゼロ。技術書の購入費用も会社が負担してくれるし、カンファレンスにも参加できます。何々より性別で判断されることなくスキルで評価されるのが嬉しいです。結局のところセキュリティは過剰投資ではありませんでした。私が3年かけて構築したシステムが10億円の身代金を払わずに済ませたんですから、専門性を軽視した代償はあまりにも大きかったようですね。最後まで見ていただきありがとうございました。シオツ、最高だった。スカッとしたわ。一致かっこよすぎ。続き期待してます。